こんにちは、東京ベジライフです。今日は2019年最後の動画ということで、長野県で建設しているお家のアップデートをしていきたいと思います。先々週来た時はちょうど基礎ができたところでしたが、今回は何もない状態でしたが、もう基礎が完成しています。今日は屋根がついております。お家の周りをぐるっと一周してみます。屋根は眺望側に向かって少し傾斜していて、風が強い。この辺りがウッドデッキになる予定です。そしてこちらがリビングになる予定です。こちらはお風呂とホームジムですね。旦那さんにまず外壁の色？そう、外壁の色がこれね。これ屋根の色。屋根の色。この外壁これでもいいんだけどね。どっちでもいいんですね。それはいつまでに決める？今？いや別に全然1週間10日大丈夫ですよ。なんかこういう明るい色ってどう思いますか？外壁として。いいんじゃないですか。こういうの。それはいいよ、外壁は。なんか汚れが目立つとか。外壁はそんなことない。そんなことない。大丈夫。なんか外壁白でもいいですよ。綺麗よ。なんかこういうのにしたいって言ってたような気がしないでもないんですよね。旦那さんが。そうすると結構なんていうの。なんかポって感じ。いや、そうでもない。西海岸の方でそういう言いますよね。そう。ちょっとビーチハウス的な山の中にあるの。なぜかビーチハウス。大丈夫です。白っぽい感じにすると、屋根的にはどうですかね。まあ白いと何でもあります。でもなんかブルーとかいいかも。なんか本当にビーチハウスみたいだけど。本当の暖炉の位置も決めてもらわなあかんね。煙突を出さなあかんから。でも暖炉はキッチンのこっちにするのか、こっち側の壁際にするのか。ここ？そこでいい。何ですか？こっちの方がいい？でもこここっちよりは本当前こっちの方がいいか。こっちの角でいいか。クッキングができるようなやつが欲しいんで、こことここキッチンから近い方がいいなっていうことなんです。だからこうか。旦那さんがいきなり湯船のサイズを気にし始めて、足はちゃんと伸ばせるのかってしたんですけど、伸ばせますよね。いや、作ろうかと思うね。タイルで。なんか足をとにかく伸ばしたいみたいな。全然大丈夫。腰掛けまであっても大丈夫だよ。わかりました。縁は大理石で作ってさ。かっこいい。かっこいいよ。で作るやつの。ラグジュアリーな感じですね。いいと思う。あとキッチンもね、カスタムで作って。そう。何しかとりあえず床ができたら、床にもう原寸でキッチンのスペースを書いて、なんでそれでよかったらそれに合わせて収納とかを考えて提案するっていうような感じだから、最初からこれっていうのはないから大丈夫。わかりました。ちなみにお風呂ここじゃないですか。温泉とか引き入れるのは難しいですよね。なんか買ってきて。こっからホースで配達してくれはるよ。自分でもできます？ここまで軽トラックつけて、ここからホースでこう。じゃあそういうことで、検討しておいてください。はい、わかりました。ありがとうございます。順調ですか？とりあえず。いや、順調ですよ。もう全部僕がやってるから。基礎工事から。
前回と前々回の動画を見ていただいた方から家は自分で建てるんですか DIY みたいなご質問を結構いただいたんですけれども、自分で家を建てているわけではなくて、地元のデザイナーの方にですね頼んで家を建ててるんですけれども、その方が結構すごい方で自分でこう木から切るところからやってログハウスを自作したりとかされている方で、デザイナーって言っても本当に家を建てるところ伐採とかも含めて全てこうハンズオンですごくやってくれる方なんですけれども、今日はその方に出会うまでの経緯っていうのをちょっとお話できたらなと思います。私たちは2018年の夏から家探しっていうのを開始して、それで最初は熱海とか軽井沢とか那須高原とか伊豆高原とか結構いろいろなところを見て、で最終的には両親が住むこの長野の土地に家を建てようってことになったんですけれども、ですぐに家を建てようっていうことになったわけではなくて、最初はたくさんある中古の家を見ていたんですね。ただやっぱり眺望があって開放感のある間取りでっていういいお家っていうのがなかなか見つからなくて、それでやっぱりその東京と長野とこれから行き来するということを考えると本当に自分たちが気に入ったお家じゃないと行かなくなってしまうなっていう思いがありました。それで中古の家を買ってリフォームしたとしても、そのリフォーム代を入れても多分中古の方が新築より安いんですけれども、新築も考えようということになって、それで今家を建設している土地に出会いました。それが2018年の秋ぐらいで、土地自体はすごく気に入っていたんですけど、実際に土地を購入するに至るまで、1年くらい結構長くかかりました。それは何でかっていうと、私たちとしてはやっぱり予算内で自分たちが住みたいと思える家を建てられるっていうことが確実になることが絶対条件だったので、いろいろなところから見積もりを取りました。その中には長野県の建築家の方だったりとか、あとは東京にモデルハウスがある、中堅のハウスメーカーさんであったりとか、あとは長野県の中堅のハウスメーカーさんっていうのもありました。でやっぱり一番のハードルはどこも予算内だと自分たちが思うような家が建てられないっていうことがあって、ただそれ以上に信頼できる人に出会えなかったんですね。メールの対応が悪くてちょっとプロ意識を感じなかったりとか、あとはデザインも私たちが思い描いているコンセプトっていうのを伝えてるのに、全然そういうコンセプトからかけ離れたデザインが出てきたりとか、もうしょうがないから私がパワポで間取り図を書いて、こういうのがイメージなんですっていうのをお出しして、ただ素人が書いてるじゃないですか。だからこうしてほしいっていうわけじゃなくて、これがイメージでじゃあこうしましょうとか、実際にはこういう風にした方がいいですよとかいろいろ提案してほしかったんですけど、結局そういう提案とかもあんまりしてくれなくて、この家が作りたいんだったらじゃあこれベースでいきましょうみたいな感じになってしまうんですね。もう本当に話す人みんなが予算をもっと上げればもっと理想に近づく家が建てられますよっていうお金の話ばっかりで、具体的な提案とかはしてくれなかったんです。でやっぱりじゃあ予算を上げようかみたいな話も夫婦の間でしたんですけれども、結局それをし始めると本当にキリがなくって、じゃあこれはオプションなのでまた追加でいくらかかりますとか、じゃあこの内装だったらこのグレードでアップしてまた追加でこれぐらいかかりますみたいな、どんどんそういう展開になっていくっていうことが目に見えていました。で結論としてはやっぱりこの人たちは真摯な対応をしてくれるっていう風に思える信頼を持てる人に出会えなかったんですね、全然。それでも新しい見積もりをもらうたびにもうダメだ諦めようみたいな話になって、でもう5社から見積もりをもらったところで、じゃあもう諦めようっていう話になりました。で土地の売り主さんにもうちょっと予算内で家が建ちそうにないんでこの話はなかったことにしてくださいっていうふうにお伝えしたんですけど、そしたら地元ですごいいい人がいるから一度ちょっと話だけしてみてほしいって言われて、で地元でこの周りだと中古でその売りに出てる家とか何軒も見ていたっていうのもあるんですけど、自分たちがなかなか住みたいっていう風に思えるようなデザインの家っていうのがなくて、それで結構最初から地元の工務店さんっていうのは除外していたところがありました。
ただ両親がこの辺に住んでいるので、母が近所の人とかにいろいろその方の評判を聞いてみたら、本当にすごく評判が良かったんですね。それで会ってみることにして、そしたら私たちが購入を検討していた土地のこともすごくよく知ってましたし、一応私がパワポで書いた拙い間取り図とかも見せて、でこういうコンセプトで私たちはこういう家を建てたいと思ってるんですみたいなお話をして、そしたらすぐにじゃあこういうデザインにしようよみたいな、この土地だからこういう風にしたらいいよみたいな、すぐデザインを提案してくれました。で予算を伝えたら、全然その予算で十分じゃないですかみたいな感じで、そういう反応をされたのが初めてだったので、思わず本当にできるんですかって聞き返してしまいました。それで 2,3 ヶ月前にちょうど建てた家があるから、じゃあ見に行こうっていう風に言われて連れて行ってもらって、でその家のオーナーさんとかともお話できて、で彼は本当に一生懸命真摯に対応してくれるからいいよっていう風に言ってくださったんですね。それで過去の苦い経験があったので、デザインと見積もりをちゃんと出てきたものを見ないとわからないなっていうのが正直あったんですけれども、デザインが出てきた時にすごく例えば私のオープンキッチンとか旦那さんの希望のホームジムとか、すごい私たちの希望がきちんと抑えられて、ですごい素敵なデザインになっていて、で予算ももちろんその予算内に収められていて、やっぱりこの土地だったらこういう風にした方がいいみたいな、そういう考えをすごいしっかり持っている方で、いろいろと提案してくださったので、それでやっと家が建つかもしれないっていう気持ちになることができました。今思い返すと、やっぱりデザインだったりとか予算だったりとか妥協しようって思ったことも何回もありましたし、あともう家自体建てるのを諦めようって思ったことも何回もあって、でやっぱりただ一から建てる家なので、やっぱり理想の家を建てたいというか、そういう自分たちが住みたいと思える家を建てるっていうことを妥協しなくてよかったなと思います。ここまで来れたのは本当にやっぱ巡り合わせというか、運命だったのかなって思います。将来的に家を建てようと思っている方だったりとか、今すでに土地があって家を建てようって思っている方だったりとか、今日の話がちょっと参考になれば嬉しいです。今年2019年は本当にもう皆さんの応援のおかげでチャンネルだけではなくて私自身すごく成長できたので、本当にありがとうございました。来年2020年もどうぞよろしくお願いいたします。皆様どうぞ良いお年をお迎えください。それでは See you next time!